皆様こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。今回は新作イラスト七福招き猫の作画動画です。その前に一つお知らせがあります。スタジオ豆では Amazon、すずり、アップティー、ブースとオンラインショップを運営してますが、なんと今回アップティー様でアーティスト紹介ということで、ショップの特集記事をウェブサイト上に掲載していただきました。パチ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 。特集ページはこんな感じになっています。スタジオ豆の特徴やベクターアートへのこだわりをしっかり書いていただいております。特集ページは概要欄に記載してありますので、ぜひ覗いてみてください。特集ページには私のショップリンクもありますので、ぜひショップも覗いてみてください。ショップ内では現在招き猫たちが勢ぞろい。最新グッズはこのプレミアムラッキードリンク超招きドライです。ビールなのかジュースなのか、運気が乾いた時にお試しください。ご利益 90% 配合です。続いて招きだるま猫招くにゃー。こちらは女性にも評判が良いです。その他スリーピーキャット、リアルなハンドガン、サメのお上手ちゃんといったキャラクターがございます。またスマホケースも豊富にご用意しています。 3P キャットケース、クラシックカーケース、 T38 ケースは緻密に30時間かけて描いた力作でかっこいい仕上がりでおすすめです。現在マスクは販売停止中ですが、特にヤマトは人気になっております。また手帳型ケースも専用にデザイン。クラシックカーイラスト、スペード、ハート、だが断るなどがあり、スタジオ豆の独特なテイストで誰とも被らないデザインにこだわっています。被りたくないグッズが欲しい、そんな方にぜひスタジオ豆オリジナルグッズよろしくお願いします。最新作グッズは X にて随時更新していますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは今回まずイラストの完成デザインのモックから見ていきましょう。こちらは最もベーシックな紅白日の出のデザインにベーシックな招き猫、こちらもベーシックなデザインで金運の象徴金の招き猫です。ビール缶を模した画像も合成してみました。超招きドライプレミアムラッキードリンクのデザイン、そして招き猫といえばこれ夢があります。最後に縁起が良いといえば末広がりの扇デザインです。今回はこのベーシックイラストが完成するまでのご紹介です。まずは下書きを用意します。以前はいきなりパスを描き始める方法でしたが、やっぱり手書きした方が早いので下書きをトレースする方法をメインにしてます。下書きといっても完成形に近い形で丁寧に書き上げます。そして部位ごとに最初からレイヤー分けしておきます。順番はどこからでもいいですが、まず下書きに忠実にパスを載せていきます。可愛くおむすび形状に整え、アンカーに角が出ないように慎重に調整。アウトラインが終了したところで最後にバランス調整します。手書き感を出すために見た目で左右対称を合わせてトレース。赤くしてるのはパーツの重ね順を分かりやすくするためです。胴体は最背面の重ね順で、頭と同じくらいのおむすびを作ります。そして今回もペンツールはほとんど使いません。時短というのもありますが、図形の組み合わせでできるだけ簡単に構成するためです。それとアンカーを最小限で曲線を描くためです。左手ですが、下書きでは線がつながっていませんが、一旦クローズパスで作ります。これは塗りパスを作るときに初コピーで塗りパスを作るためです。最後の配色でクローズパスをオープンに調整します。線の色は黄色。これで重ね順が視覚的にわかります。曲線はアンカーポイントツールで作っていきます。ここは下書きを参考にしながら納得のいくまで調整します。右手は手と腕は別レイヤーで分け、後で編集しやすいようにします。腕の部分もクローズパスで一旦作成。こちらも納得のいくまで形状を出していきます。あくまで仮の状態なので配色ができたところで、輪郭や太さ、バランスを調整します。とにかく地味な作業です。
手書きでは数分で描けるものがイラレではとにかく時間かかります。足もパーツ分けして手と同様の作業方法です。どうでしょうか？このペンツールを使わない描き方、これなら簡単にできる気がしませんか？足の裏の部分は楕円ツールを適当に置き、ここはダイレクト選択で調整していきます。耳も四角から上辺をアンカーポイントツールでぐにゃーっとします。片方ができたら一旦リフレクトコピーして仮置きしてみます。鼻は簡単に三角から作ります。口で初めてペンツールを使います。でもハンドル出しながらではなく、3箇所アンカーを打ち曲げます。線幅ツールで太いから細いという形を作ったら、この線をアウトライン化し、リフレクトして左右を合体させます。これは線のままだと合体できないからです。隠し味的に四角を作って下唇部分を合体させます。口周りのパーツが揃ったら整列させて中身を揃えていきます。ひげも一つ作ったらコピーです。目も耳と同様の作り方です。必ずしも下書きと同じではなく、聖書の段階で調整しながらです。瞳の部分は外側の輪郭を作り、パスのオフセットで2回りくらい小さくして瞳孔を作っていきます。一旦仮で瞳の配色をしてイメージを同時に作っていきます。瞳はわざとはみ出して作り、目のパーツ全体を選択。いらない部分をシェイプ形成ツールで削除します。白目の部分も仮で色をつけ、再背面に移動します。次に目の反射部分を適当な楕円で作ります。瞳が少し透けるくらいに透明度を調整。これをコピーし3つ作ります。次にまつげ部分を3つ。目頭の部分をペンツールで適当な三角を描いて形状を調整。片目が完成したらグループ化しましょう。それをリフレクトコピーし、左右の位置を調整したら完成。調整するときは整列パネルで畳んで調整や中心で調整など、整列機能を使う習慣をつけるときれいに揃って見えます。これはポスターやチラシでも頻繁に使う機能なのでマスターしましょう。ここで目の配色をある程度方向性を決めてついでに完成させてしまいます。グラデーションを中心から外側を選びます。白目の部分、一番
めかけはペンツールで適当に三角を作って曲げます。顔の下レイヤーなので見える部分をきっちり削画。続いて鈴の部分、ここはスケールは適当に円を作り、切り欠き部分を線で作ります。形が決まったらアウトライン化し、穴の部分と合体。はみ出した部分をシェイプ形成で削除。合わせ目の部分も線を描いて曲線にし、立体感を出しアウトライン化。ここをスタジオ豆特製の金ブラデにします。金ブラデの作り方はまた別動画で作り方を紹介しようかと思います。金ブラデは意外と作るのが難しいという人が多いみたいです。次にシャドウの部分を作っていきます。これも線を曲げて曲線にし、適当な太さにします。線幅ツールで真ん中あたりを少し太くし、立体感を出します。これをアウトライン化、削除という流れです。次にミドルライトも同様の手順で、ブライト8を基準にカラーパネルでサイドを下げて使います。ライト部分なので範囲を大きめに光ってる感を出します。ハイライトはペンツールで適当な大きさに描いて成形していきます。これもブライト8のサイドをさらに下げて使います。同じ色相でサイドを変えてるだけなので自然な表現になります。元画像にセットしたら重ね順を変更し、ベースの色パスの上に配置します。どうでしょう。こちらはコントラストで金を表現してみました。コントラストにすることでイラストらしい表現になりました。次は札束部分です。イラレで 3D を描く場合、ブレンド機能を使うのが便利です。これをグループ解除し、全てを選択して合体します。これで 3D 形状が出来上がりました。次に表面に色をつけ、短辺と長辺部分の色パスを作っていきます。やり方は今までのディテールの作り方と一緒です。今回は一般的な小判とはちょっと違ったデザインにしました。生々しい札束です。こんなの抱えてる招き猫なんて見たことないですよね。今度はリアルなゴールドにしたいので金グラデを使います。これだけだとただの金塊になってしまうのでお札のディテールを作ります。これも線を使い、整列で間隔を一定に揃えアウトライン化。はみ出た部分を削除という一連の流れ通りです。お札の線の位置をきっちり合わせ札束っぽくなりました。次にお札の表面ですが、本物みたいにリアルなディテールは必要ありません。お札っぽく見えれば十分です。テキストを作ったら装飾の部分を作っていきます。四角にアンカーを追加して曲線を作っていく感じです。それっぽく見える形で十分です。できたらコピーして細い縁の線を作ります。必要ない直線部分をハサミツールでアンカーをクリックすると分離できます。残った線に線幅ツールで円弧の中央部分を太くしてそれっぽくします。元の装飾に沿わせてみましたがどうでしょう。それっぽくなりましたね。あとはつなぎの線を作り、コピーとリフレクトで3つ作ります。本体に戻して位置調整、角度調整して確認します。次に札束といえば帯、これを作っていきます。ポイントは紙っぽい色にすること。長辺部分のシャドウの色です。最後にスパークルをつけてキラキラしてる感じを出します。スパークルは事前に作ってあったものを使います。
こういうものは使い回しができるのでシンボルに登録しておくといいでしょう。今回はここまで。次回は配色編です。最後までご覧いただきありがとうございます。X では随時最新イラストやグッズの紹介をしていますので、ご興味いただけたらフォロー、チャンネルの登録、ぜひともよろしくお願いします。